皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの情勢解説です。ウクライナの戦況と、そして関連ニュースを合わせてご紹介しますので、日本ではなかなか報道されなくなっている情報を今回の動画でアップデートしていってください。今日取り上げる主な話題はこちらです。1、東部戦線の戦い。人海戦術でロシア軍がじりじりと前進を果たしています。2、ロシア軍、この2年で地上兵力9割近くを喪失か。3、プーチン大統領、戦争を継続し、オデーサ攻略を示唆。4、アメリカの軍事予算、127兆円の法案可決。なお支援については停滞しています。全体の状況から見ていくために、まずはロシア軍がこの2年でどれだけの損失を出しているか、アメリカの分析をご紹介します。ロシア軍、地上兵力の9割近くを喪失か。ロシア軍は、ウクライナへの侵攻を開始してからの約2年間で、現役の地上兵力のうち 87%、戦車の3分の2を失ったとするアメリカ情報機関の見解が明らかになった。機密解除された報告書。報告書は、ロシア軍の進めてきた地上軍の近代化が15年分後退したと指摘している。報告書によると、ロシア軍はウクライナに侵攻した兵士36万人のうち31万5千人を戦場で失った。さらに、戦車3500台のうち2200台を失い、歩兵戦闘車と装甲兵輸送車計1万3600台の32% に相当する4400台が破壊された。地上軍の装備も先月末までに4分の1以上減少した。作戦の内容や規模が縮小した結果、昨年初めから大きな戦果を上げられずにいるとみられる。報告書は11日にアメリカ議会へ送られた。議会ではウクライナへの支援継続を含む緊急予算をめぐり、与野党の攻防が続く。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ホワイトハウスでバイデン大統領と会談し、軍事・経済支援の必要性を強く訴えている。これに先立ち、アメリカ国家安全保障会議の報道官は、最近機密解除された別の情報として、ロシア軍がウクライナ東部ドネツク州で10月から展開している作戦では、1万3000人以上の死傷者を出し、戦闘車両220台以上を失ったとの見方を示していた。このドネツク州の作戦というのは、東部戦線アウディウィーカの攻防戦のことと見られます。ロシア軍の死傷者が凄まじい数に上っているという分析をされているわけですが、これを聞いて少し誤解をしている人がいます。それは、このような9割近くの兵士がいなくなったというのであれば、ロシア軍は今存在しないはずではないかといった考え方です。これはある意味正しく、ある意味間違っています。この分析はあくまでも初期の段階における従軍していた兵士たちが亡くなっているよという話であって、ロシア軍はそれからも追加動員をかけたり、刑務所から囚人たちを囚人兵として戦場に駆り出したり、軍隊そのものの規模を拡大させ、軍隊に多くの人を雇い入れるといったことを行って、次々と兵士たちを補充、そして戦場へと送り込んでいます。ですから、初期の頃にいた兵士たちがもういなくなったとしても、その後どんどんとロシア国内で兵士たちをかき集めることによって戦場へと送り、そして現在の戦線が成り立っているのです。ロシアにおいては徴兵制がありますから、銃を撃ったことがある人たちというのがたくさんいます。ですからその人たちに対して再訓練などを行えば、ある程度兵士として使い物になるだろうという目算のもとに戦争計画が立てられているわけです。また現在行われている人海戦術などにおいては、さしたる高度な訓練を積まずともとにかく突っ込めという形でウクライナ軍に損耗を強いるといった作戦も多用されていますから、十分に訓練した兵士たちでなくても構わないという考え方がロシア軍の上層部にあるのは間違いないでしょう。次に、プーチン大統領が現在の状況をどのように考えているか、彼自身が語っているのでご紹介します。プーチン大統領は戦争継続を約束し、オデーサ占領計画を示唆した。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナに関して譲歩する用意はなく、ロシア軍にとって前線の状況は改善しつつあると信じており、ウクライナに対する当初の要求を放棄する必要性を感じていない。プーチン大統領がテレビ番組、今年の成果の中でこのことを発表した。番組では、大統領が戦争開始以来、初めての大規模な会議を開き、国民やジャーナリストの質問に答える。プーチン大統領は、目標を達成すればそうなるだろうと述べ、ウクライナの非ナチス化と非軍事化、そして中立状態という目標自体は変わらないと付け加えた。プーチン大統領によれば、2022年春の交渉中、和平合意の可能性が議論された際、ウクライナ側は
ナチス化など存在しない、そのような感情は存在しないと言って、非軍事化、非ナチス化に同意しなかったという。非軍事化に関しても、ウクライナは交渉を望んでいないとプーチン大統領は不満を述べた。ロシア軍がウクライナの首都キーウから撤退し、ハルキウ地方、そしてヘルソンを離れた2022年の失敗の後、状況は改善したとプーチン大統領は信じている。ほぼ全戦線において、我がロシア軍は地位を向上させているとプーチン大統領は述べた。プーチン大統領の計画には、オデーサを占領する新たな試みが含まれる可能性がある。オデーサは誰もが知っているロシアの都市だとプーチン大統領は語った。プーチン大統領によれば、契約兵士と志願兵の募集活動により、1日あたり1万5000人が軍に動員され、年末までに軍に50万人の兵士が補充されるようになるという。さて、プーチン大統領が言うように、ロシア軍の状況はどんどんと改善されているのでしょうか。全体の状況を俯瞰してみた場合においては、はっきりと否定することができます。例えばこの地図は、よく用いている戦争研究所の発表しているロシア軍の占領地域を赤く塗っているものです。左側がロシア軍の占領地域が最大だった2022年4月の段階を示しています。この頃ロシア軍はベラルーシ領からウクライナの首都キーウを目指す地上軍とハルキウ州から侵入したもう一つの軍団がウクライナの首都キーウを目指して進軍していました。この2つの進軍によってウクライナの首都を占領し、ゼレンスキー政権そのものを追い込もうとしたわけです。しかしこれはロシア軍にとっては自分たちの兵団能力を超えるだけの進軍であったがために、各地において戦闘能力が維持することができず、最終的には攻勢限界点に達し、ウクライナ軍の反撃により次々と撃退されることとなりました。そのためロシア軍はウクライナの首都攻略に失敗したのです。その後、ウクライナ軍は欧米各国からの軍事支援も受けることによって力を盛り返し、首都キーウ周辺だけではなく、東部戦線ハルキウ州においても反撃作戦を成功させ、さらには南部戦線でもドニプロ川の西岸地域においてロシア軍を撤退へと追いやりました。そのためロシア軍の占領地域は半分ほどに減少したのです。そして今のような状況に対してプーチン大統領は戦線を絞り込むことによってロシア軍はむしろうまくいった。そしていずれはオデーサも取りたいといった話をしているのです。なぜオデーサが重要なのかについては、オデーサはウクライナにとって最大の貿易港でもあり、同時にこの地域を制圧することによってウクライナを黒海にアクセスすることができないようにすることができます。逆に言えばロシアにとって黒海の制海権を握るためには、そもそもウクライナを内陸国にしてしまう方が都合が良いのです。さらにはオデーサを取ることによって次の展開も見えてきます。それはウクライナの次に攻略する予定の国、モルドバに対する侵攻ルートが開けるのです。オデーサから見た場合、西に数十キロ行けばモルドバへと到達します。モルドバは小さな国で軍事力という面においてはウクライナ軍よりもはるかに小さな規模しかありません。ロシア軍が侵攻した場合においてはモルドバはあっという間に攻め滅ぼされてしまうでしょう。なぜそのような場所に対して攻め込むかといえば、ソ連時代においてロシア人がこの地域に入植し、ソ連崩壊以後、沿ドニエストル共和国というものを建国しました。これはあくまでも自称独立国家ですが、国際的には誰にも承認されていないものです。しかし、プーチン大統領は、この地域にロシア系の住民がいて、モルドバ政府を滅ぼすのに何の問題があるんだという論法を立てています。ですから、ウクライナのオデーサを攻略することは、モルドバを攻め滅ぼすことへとつながってくるわけです。ただ、現在の戦況から言うと、ロシア軍はドニプロ川を越えてオデーサ攻略を目指すのは現状から言えば不可能でしょう。しかし、現状は無理であったとしても、いずれはそう狙いたいという野心をあらわにしていると言えます。次にアメリカの状況をご紹介します。アメリカ国防予算127兆円、権限法案上院で可決。アメリカ上院は2024会計年度の国防予算の大枠を決める国防権限法案を賛成多数で可決した。予算総額は約127兆円に上る。法案は下院に送られ、早ければ週内にも可決された後、バイデン大統領の署名を経て成立する見通しだ。法案は日本との安全保障協力強化に向け、在日米軍の指揮系統や体制の見直しを検討し、来年6月まで議会に報告するよう国防総省に求めた。急速に軍事力を増強する中国に対抗し、有事への備えも促した。上院の投票は87対13、民主・共和両党の多数が支持した。バイデン氏はすでに
両院で可決されれば署名する意向を示している。アメリカの軍事予算127兆円というのはあくまでもウクライナ支援などには関係ないアメリカ単独の軍事予算です。そしてアメリカにとって最も重要なのは対中国です。なぜならば中国はアメリカの覇権を脅かす存在だからです。そのためにアジア太平洋地域に対する戦力の増強を図っています。例えば中国とアメリカを比べた場合においてどうしても見劣りする部門があります。それが中距離ミサイル戦力です。かつてソ連とアメリカの冷戦時代においては中距離ミサイルについてはお互いに開発や配備などを進めないようにしようと約束が行われていました。しかしこれはあくまでも米ソの約束であって中国にとっては関係のないことです。そのため中国は開発も生産も配備も進めてきましたから、この部門において中国は非常に強力なミサイル戦力を保有しています。そしてここからアメリカは少しでも盛り返そうとして中距離ミサイルの開発と生産計画を立てています。そしてそれらの兵器がいずれはアジア地域に展開されることとなるでしょう。一方でウクライナ支援はどうかというと、基本的に現在のロシアはソ連に比べればはるかにアメリカにとって覇権を脅かすような存在ではもはやありません。核戦力という面においてはソ連譲りの大量の核兵器を保有しているのは事実ですが、だからといってそれが通常戦力として多用されるようなことは今のところないわけで、そう考えた場合においてロシアは経済力の伸びもほとんどないし、資源だけが頼りの軍事国家に過ぎません。経済と軍事双方の力を駆使して覇権を拡大しようとする中国に比べれば、アメリカにとっての関心は中国との対抗なのです。ちなみに今回アメリカの軍事予算なのですが、ざっくり言えば日本の防衛予算分ぐらい増えたと思ってください。アメリカの経済が伸びているといったこともあって自然増だというふうに捉えることもできるわけですが、日本の防衛費分ぐらいを丸々増やせるぐらいの余力があるというのはどうしても羨ましく思えてしまうものです。そしてウクライナに対する支援もそれなりの額積めばロシアの力を削ぎ落とすことが可能であることはウクライナの戦場で証明しているわけであり、もっと積極的にウクライナ支援を行ってほしいものです。それではここからは戦況解説に行きましょう。東部戦線最も北側、ピャンスクからバフムト戦域。この方面での戦いは継続的に行われているのですが、特に目立ってロシア軍が前進を果たした場所があります。それがクピャンスクやバフムトではなく、その中間地点にあるクレミーナです。2022年、ウクライナ軍の反撃によってハルキウ州において大規模な領土奪還を果たしました。その時、ウクライナ軍の反撃の矛先はクレミンナへと到達しようとしたのですが、残念ながら現在ではそのクレミンナ方面からロシア軍が再び前進を進めているという状況へと展開しています。また、バフムト方面においても、2023年にウクライナ軍が領土奪還を果たした地域においても、徐々にロシア軍が再侵攻し、占領地を拡大しつつあります。こうした状況の背景としては、やはり、欧米からの軍事支援が急激に細っていることによる弾薬不足がウクライナ軍に深刻な打撃力不足をもたらしています。ロシア軍の多用する人海戦術はウクライナ軍に多量の弾薬消費を迫るものですから、欧米の支援が停滞している今というのは非常に厳しい戦いを強いられることとなっています。そして東部戦線最も激しい戦いが行われているアウディウィカ戦。厳しい寒さの中での戦闘が続くわけですが、アウディウィカに対する攻勢は第3波の攻撃、これがどうやら山場を越えたようです。ロシア軍による攻撃、規模としては少し落ち着いたようなのです。もちろんだからといって攻撃はパタッと止んだわけではなく、継続的に攻撃が行われているので、これで街は安泰だといった状況ではありません。ロシア軍は屍を越えて徐々に前進を果たしています。街の南側の防御においても一進一退か、もしくは危険信号が灯っている状態です。しかし最も深刻なのはやはり街の北側で、ロシア軍が徐々に前進することによって街の補給路に対する攻撃もしばしば行われるようになっています。以前であれば夜間に物資輸送を進めればほとんどの場合攻撃を逃れることができたようです。しかしここ最近ロシア軍側の方にも夜間の暗視装置付きの突撃ドローンが増え始めたといったこともあって、補給路についての攻撃もたびたび報告されるようになっているとのことです。元から潤沢ではなかった補給に打撃が加わるということはウクライナ軍にとっては辛い状況となるわけです。またアウディウィカの町より南マリンカの戦いにおいては町の大半をロシア軍が制圧している状況で、なお戦闘が継続中です。ちなみに日々の戦闘の報告においては
ロシア軍の戦車が対戦車地雷に引っかかって吹っ飛んだり、アメリカから供与された歩兵戦闘車ブラッドレーが長域間砲弾の撃ち込みによってロシア軍に対する攻撃を行ったり、ウクライナ軍の戦車と歩兵がロシア軍陣地に対する攻勢を行って何人かの捕虜を取ったといったことなども報告されています。このようにして一つ一つの戦闘においては頑張っているんだよというのをウクライナは強調しているのですが、全体状況として全ての面でうまくはいっていないというのが現実でしょう。全体的に言えることは、これまでウクライナ軍が確実にロシア軍に対して打撃を与えているといったことは、アメリカの分析でもイギリスの分析でもそうですし、戦争研究所での分析でも同じような内容が上がってきています。もちろん数値にはズレがあって、それぞれの評価は分かれている部分はあるわけですが、全体的に言えばウクライナ軍よりもロシア軍の方が圧倒的に多くの兵士の死傷者が出ているし、兵器の損失も大きいといったことが明らかになっています。そして2022年から2023年にかけては軍事支援は段階を少しずつ上げてきたといった事情もあって、その中でこれだけの成果を上げているというのは十分に評価されるべきだと私は思います。しかし同時にその支援が急激に今停滞しているといったことから、明らかにウクライナ軍の戦闘能力が危機に瀕していて、ロシア軍の人海戦術が実際に効果を上げ始めている面があります。プーチン大統領は様々な手段を尽くしてロシア国内で兵士になる男たちをかき集めており、そしてそれらの人たちを人海戦術ですりつぶすことに何らためらいがないようです。現在行われている激しい戦いは東部戦線の戦いで、それはドンバス地方全体を制圧するための戦いでしょう。しかし、プーチン大統領はそこで終わる気はなさそうで、今は動きが停滞している南部戦線においてもう一度攻勢を仕掛け、まだ一度も占領していないオデーサを目指そうという考えのようです。彼の目標としてはウクライナ全土の占領や、もしくはその先にあるモルドバ、もしくはさらにその次のジョージアや、本来であれば友好国であるベラルーシの完全な統合なども視野に入っているのかもしれません。だからこそ今ウクライナに対して軍事支援を行ってプーチン大統領の野望を打ち砕くというのが今後のことを考えると良いと思うのですが、残念ながらなかなか今の国際情勢はプーチン大統領にとっては喜ばしいような状況へと進もうとしています。このような国際秩序の崩壊した時代というのは日本にとってもかなり危険な未来をもたらすことでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。